私がやった。間違いない。それ、誰の言葉なの？2026年4月16日のことだ。京都府南丹市の事件で37歳の義父が逮捕された。ついに逮捕されたのね。取り調べの中で義父はこう言ったんだ。私がやった。殺害についても認める供述をしたと、複数の主要メディアが相次いで報じた。11歳のゆきくんが。今日はこの事件を最初から振り返るぜ。南丹市。住民3万人の静かな町で起きたことね。3週間以上に及んだ捜索ね。それがたった一言で終わりを告げた。私がやったという一言で。なぜこの言葉に至ったのか、その経緯を見ていこう。わかった。3月23日は卒業式の日だった。在校生の5年生も出席する日ね。ゆきくんは朝8時頃に義父の車で学校の近くまで送ってもらったとされている。なのね。その後、ゆきくんの足取りは途絶えた。学校には着いたの？着いていない。午前11時45分に学校から登校していないと連絡が来た。朝8時から3時間以上。卒業式が進む間、ゆきくんの席は空のままだった。誰も気づかなかったの。正午に義父が110番通報して捜索が始まった。義父が通報したのね。捜索が始まって早い段階から、警察は義父の証言に疑問を持っていた。どんな疑問？それは防犯カメラの映像だ。学校に設置された防犯カメラよ。義父が送り届けたとされる時間帯に、ゆきくんの姿が一切映っていなかった。映っていない？登校時間帯に他の生徒も教師もいる。目撃証言もゼロだった。誰も見ていない。元刑事はこう言っていた。車に乗っていないのに送ったと言っている。最初から学校へ連れて行っていなかった？最初から乗せていなかったということ。証言が最初から崩れていた。しかも捜索の規模にも注目していたんだ。どういうこと？捜索開始当初から規制線が張られていた。単なる行方不明捜索じゃない対応だったと指摘されている。証拠保全のための規制線ね。地域の人たちも総出で探していたんだ。ああ。警察は早い段階から身内による犯行を強く視野に入れていたとされる。そして3月23日の朝に重大な事実があった。そうだ、それが8時の電話だ。3月23日の朝、ゆきくんが姿を消したのとほぼ同じ時刻に、義父は職場に電話をかけていた。何のために？家でごたごたがあって今日は休みます。子供を送り出した直後に欠勤連絡？子供は無事に学校へ向かったはずだろう。なのになぜその直後に丸1日の欠勤をする？理由が家のごたごたって何よ。言葉の選び方に注目してくれ。体調不良でも家庭の事情でもなく、ごたごたという中身を語れない言葉を選んでいる。語れない理由があった。夫婦喧嘩を理由に仕事を丸1日休む大人がどれほどいる？普通は行くわよね。この電話は単なる欠勤連絡じゃない。そう考えると辻褄が合わないことがなくなっていく。8時ちょうどの発信記録、全部残ってたのね。しかも4日前にも欠勤していたのよね。そうだ、3月19日。行方不明の4日前、義父は突然体調が悪いと連絡して欠勤していた。4日前にも。職場での評判は仕事のできる中堅社員だった。珍しい欠勤だったと同僚が証言している。その人が連続して2回の不自然な欠勤。3月19日に何があったのか、3月23日の朝に何が起きたのか、この2回の欠勤が捜査の核心に一致している。家のごたごたの意味が変わってくる。語れない理由があったということだ。なぜその言葉を選んだのか、もう答えが出てる気がする。そして6日後に新たな発見があった。何が見つかったの？3月29日、行方不明から6日後、学校から約 3km 離れた山中の道路脇で、ゆきくんのランドセルが発見された。ランドセルが？しかも複数のビニール袋に包まれた状態で路上に置かれていた。なぜ包まれて？自然に落としたんじゃない。誰かが意図的に包んでおいた形跡だ。捜索範囲が一気に変わったのね。ああ。警察はこの頃から義父の自宅周辺への捜索を本格化させた。警察犬が何度も同じ場所を嗅いだと報じられている。それでも遺体発見まで21日かかった。4月13日に発見された。4月13日、失踪から21日目、学校から約 2km 離れた山中で遺体が発見された。やっと見つかった。外傷も埋められた痕跡もない状態だったとされている。なぜ山中に？警察によると遺体は複数の場所に移動されていた可能性がある。移動された？失踪から発見まで21日間、その間に義父は何を隠し続けていたのか。昨年12月に再婚したばかりだったのよね。4ヶ月間、
この家でゆきくんは何を見ていたんだろう。そうだ、わずか4ヶ月前に24歳の義父は32歳の母親と再婚してゆきくんと同居を始めたばかりだった。4ヶ月で。4月16日、遺体発見の3日後、京都府警は南丹署に37名の特別捜査本部を設置した。37名体制の本格捜査で。同日、37歳の義父を死体遺棄容疑で逮捕した。逮捕後の供述は？間違いないと容疑を認め、殺害についても認める供述をしたと報じられている。私がやった。3月23日朝の家のごたごたの正体はこれだったんだ。語れないはずよ。なお現在は死体遺棄容疑での逮捕だが、殺人容疑での再逮捕も視野に入れた捜査が続いている。間違いないという言葉も重い。言い訳の余地もなかったんだろう。事実は全部残っていたから。防犯カメラも、2階の欠勤も、ランドセルも、全部が残っていた。21日間、捜査員が集めたピースが全て繋がった瞬間だ。ゆきくんは11歳だった。小学5年生。守られるべき存在だった。なんで？3月23日から始まった21日間の捜索に、全国から多くの人が祈りを捧げた。それだけ多くの人が心配していた。この事件の捜査は現在も継続中だ。全容の解明は今後の司法手続きを待つ必要があります。ゆきくんのご冥福を心よりお祈りします。この事件で特に注目されているのは、言葉の選び方が全てを物語っていたことだ。家のごたごたという言葉ね。体調不良でも家庭の事情でもなく、中身を誰にも説明しなくていい言葉を選んだ。隠すために曖昧な言葉を使った。そしてその選択が捜査の鍵になった。なぜ？子供が無事に学校へ行った人間が、なぜ丸1日かのごたごたで仕事を休む？そこが最初の矛盾だったのね。防犯カメラにも映らず、目撃証言もゼロで、送ったという証言だけが残った。その証言が全部崩れた。ゆきくんを失い、地域が悲しみに暮れる中で、捜査員たちは21日間諦めなかった。絶対に見つけるという意志ね。そしてその粘り強い捜査が、私がやったという言葉を引き出した。真実は逃げなかった。今後の裁判で全容が明らかになっていく。ゆきくんのために、すべてが明らかになってほしい。この事件で改めて思い知らされることがある。何？証拠は消えないということだ。防犯カメラも、矛盾した言葉も、全部が記録として残っていた。現代の捜査ってすごいわ。そして37名が21日間動き続けた。諦めなかった捜査員たちがいたから。間違いないという言葉を引き出せた。でも、なぜこんなことが起きてしまったのか。これは社会全体で考え続けなければいけない問題だ。子供を守る仕組みをもっと強くしないといけない。ゆきくんのことを忘れないでほしい。この事件が何かを変えるきっかけになってほしい。捜査の続報はこのチャンネルで随時お伝えしていく。必要な情報は届けていきましょう。事実は全部残っていた。その言葉を忘れないでいてほしい。これが今回の隣人の狂気です。また次回。次もお楽しみに。引き続き情報が入り次第お伝えします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうな。